江戸時代、絵踏みが行われ、徹底したキリシタン。根絶政策が採用されました。全国でキリシタンやパードレを徹底的に捕獲。仏教へ強制改宗させ、改宗しない者は処刑する政策でした。雲仙地獄では、煮えたぎる熱湯に生きたまま信者を鎮めました。明治時代になってもキリシタン禁制政策は継続されました。浦上のキリシタンは全村民が西日本各地へ流配となりました。その中でも苛烈を極めたのが、萩に行った22歳の女性岩永鶴への拷問でした。彼女は腰巻き一枚の裸にされ、冬の寒い風の吹く中、拷問石の上に正座させられました。夜になると、裸のまま寮に帰され、昼にはまた拷問石です。鶴は、一粒の飯も与えられませんでした。1週間目には、目も口も開かぬほどの大雪となりました。鶴は、一心に、精霊のお助けを祈りました。同室の婦人たちは、鶴のためにオラ書を唱え、天の助力を求めました。先立つ者は涙で、声も出ませんでした。鶴は、大雪にうずもれて、死んでしまったかと思われました。彼女は生きていたため、拷問が中止になりました。明治6年、流配から浦上に帰った鶴は、十字会に入会。伝道の生涯を終えました。岩永真紀は、父や妹と共に、岡山の離島、鶴島に流配されました。その島の荒れ地を、男は日に8坪、女は6坪開墾するという区役を課せられました。食料はわずかで、海岸で貝を拾って食べただけで、木に吊るされ、打ち叩かれました。改心せんと辛抱すっとじゃ。体が切れるか、梅の木が枯れるか、こん比べたい。と、牧は叫びました。牧は、わずかに20歳を超えたばかり、父と妹を亡くし、浦上に帰ってきました。14歳の森山裕次郎は、兄の陣三郎と違い、弱々しい子供でした。拷問の話を聞いて、僕には、そんな勇気はないと嘆いていました。どうか、あまりひどい目に遭わせないよう守ってくださいと、絶えず聖母マリアに祈っていました。ところが、拷問で、裕次郎は息絶え絶えになり、役人は、姉の松に、弟の手当てをさせました。松は、自分の着物を脱いで弟にかけてやり、撫でたりさすったりして体を温めるほかはありませんでした。拷問の8日目には、一心になって、イエス、サンタマリア、ヨセフに、最後の助けを祈りました。目を上げて向こうを見ると、親スズメが飛んできて子スズメに食べさせています。姉さん僕らキリシタンは、天主様の子だよね。目には見えなくても、
天主様が僕たちを守ってくださると分かったよ。悪魔の使いがどんなに僕をいじめても負けないよ。それから自分の犯した罪を痛悔し、天主様にお許しを願い、臨終の祈りを一心に唱えました。僕はもうじき天主様から召されるんだ。姉さんとお兄さんは浦上へ帰れると思うし。その時にはキリシタンハットの考察は取られ、大きい声でお祈りできるだろうね。帰ったら、一人は教え方になって人々に教え、一人は結婚して、その子の一人を神父様にしてね。兄の仁三郎は、初めて生まれた男の子を神父にしました。森山松三郎神父で、永井博士に洗礼を授けました。永井博士は、最後の力を振り絞って、絶筆乙女峠を書きました。明治6年、諸外国の猛抗議により、明治政府が慌ててキリシタン禁制を取り下げたため、牧は故郷浦上を目指し、岡山からずっと歩き通しました。ようやくたどり着いた浦上の地は荒れ果て、略奪され尽くしていました。野生のセリと土壌で飢えをしのぎました。翌年、硫黄島で発生した赤痢が浦上にも飛び火します。医療の知識があった泥神父が決死隊を結成すると、牧や松ら4人の若き娘も助手として加わりました。感染を避けるため、家族のもとには帰らず、高木千右衛門の納屋に合宿して、硫黄島、外目、浦上各地で救護活動を続けました。影の小島で天然痘が発生すると、早速、決死隊は島へ向かい救護活動を行いました。天然痘は当時、赤痢よりも恐れられ、家族までもが患者を見捨てて逃げるようなありさまでした。この時牧は天然痘で両親を亡くし、泣きながら道をさまよっていた幼女、竹を抱きかかえて合宿小屋に帰ってきました。この時から牧と20代の娘たちは、普通の娘たちとは違う生き方をする決心をしました。泥神父が私財を投じて購入した土地に家屋を建て、養育院を作りました。入会する娘たちも増え、捨て子の数も増えていきました。
彼女たちは、養蚕、糸繰り、機織りをし、瓶付き油、薬、日用雑貨の行商もして、自給自足の生活をしました。娘たちの共同体は、ブロ神父指導のもと、十字会と名乗りました。十字会委員長として45年間、牧は幼児養育の道を歩み、大正9年、72歳の生涯を閉じました。育てた孤児は900人近いと言われています。